早川です。これはね、愛宕から発売されて2年ぐらい前に買った、非破壊のブドウを、測定する糖度計です。非破壊というのはですね、こう汁を絞らなくても光センサーで、中に発酵ダイオードが入っているようですけど、光センサーで、中の砂糖がその波長を吸収して、糖度を出してくれるらしいです。これを使った感想なんですけど、結論から先にいきます。ブドウ園ではですね、全く使用できません。エラーが3回に1遍ぐらい出たり、それから値が糖度18ぐらい以上が欲しいんですけども、17、18、21、22ってとんでもない数字がどんどんと出てきます。で、実際にはいくつだったのかっていうことも知りたいので、ちょっとレポートしてみたいと思います。もう一度言いますけれども、ブドウ園のブドウは測定できません。ただ切り取った粒はね、後でちょっと見せますけれども、切り取った粒はまあまあ、糖度が測定されます。でもブドウはですね、生産者としては消費者の皆様に美味しいブドウを届けたいと。例えば糖度18以上必ずあるよというのを届けたいんですね。ところがですね、ブドウ園の中で測定すると、ちょっと太陽、今日曇りですけど太陽が覗いたり出てたりしますけど、外ではですね、多分太陽光の影響で全く測れないと。これゴムラバーがついてるんですけれども、このゴムのラバーをつけても本当に、ダメですね。このゴムのラバーがついてます。これをつけてですね、光を遮って、測定できるということらしいんですけれども、私は外で、正確に測定したことがありません。それじゃあね、このシャインマスカットですけれども、ブドウを測定してみたいと思います。これね、シャインマスカットね、ここら辺がちょっと房がないんです。房型の悪いやつです。ですから横から測定できるんですね。房型のいいやつはこう縦からしか測定できませんので、縦と横の違いをやってみたいと思います。まずね、皆様に向かって一番この、飛び出したこいつを測ってみたいと思います。じゃあ真上からね、グッと押して、これ今測れました。21.7。じゃあもう一度やりますよ。しっかり押して、これ 16.7。もう一度やります。しっかり押して、24.1。すごいでしょ。16から24までもう一回やりますよ。今度は 24.3。同じぐらいの値が出てきました。もう一回いきます。21.4。これ出てきました。じゃあね、今度はこっちの面、今この面ばっかりやったんで、普通はこっちの面こういうふうになるので、この面を測定してみたいと思います。この面ね、24。もう一度。21。24と21ですよ。3も差がある。もう一度この面。23。もう一度この縦のこの面。エラー。これ3回に1遍ぐらい出るんです。今6回ぐらい続けてできた。エラー。またエラーが出ちゃいました。今度はこの面やってみたいと。このね、飛び出したところね。これが映ってるか。これいきますね。23.1。もう一度いきますよ。14.3。14.3 ですよ。もう一度いきます。21.5。正確に分かんないですね。今太陽がちょっと出てますけどね。今度は下のこの粒やってみたい。20.8。もう一回。21.3。もう一回。23.4。
もう一回これね。20.5。じゃあ次この粒ね。この粒やってみたいと思います。どうしようかな。真下の粒やってみます。20.8。真下が一番糖度乗らないんですよね。ですから真下がいくつあるかってことは結構大事ですね。20.1。20。19.6。結構そう出てきてる。22.6。21.2。17.7。17.7。17.8。多分ね、今太陽出てきたんです。で、太陽出てくるとかなり狂っちゃうんですね。で、どうしてるかというと、どうしたかというと、傘ですね。この今、ぶどう園のこの上に、こう太陽が向こうにあるもんですから、太陽が向こうにあるもんですから、傘をここのところへ上げてあげて、で、上で開くと。で、ここを太陽が来ないようにすると。で、太陽光を遮断して、で、この一番下測ってみたいと思います。21.4 です。これね、遮断すると意外と安定するんですけど、これ実用的じゃないですよ。これやってたら葉っぱは取れちゃうわ。毎回大変だわ。ちっともこの、ある程度測定は可能にはなってくるんですけども、大変なことになっちゃう。もう一回いきますよ。さっき24だから 24.3。どれが正しい、3も違うよ。もう一度。16.2。これね、これやると少し安定すると思ったら、今もっとひどくなっちゃったね。これ、傘をつけると安定すると思ったんですけど、今の実験ではひどくなってますね。何しろ外は難しいです。24.7。もう一回。19.6。じゃあ今度はもう一度これ、上のこれね。真上から。エラー。もう一度。22.9。もう一度上の面いきます。21.3。えらい違うでしょ、ここで。もう一度。22.8。今度ね、こっちから向こうツンツンとした方ね。なんでツンツンした方が大事かっていうと、これちょっと房型のいいブドウなんですけど、見てください。これなってる方向が全部ブドウがついてます。そうするとね、測定しようとするとこの面しかないんですね。横取れないんですよ、機械で。ですからこの先端しかない。先端上を先端で下もツンツンしてますから、先端で測るしかないんです。だから横から測れないということなんですね。ですから、こういうふうに房型のいいブドウね、これ比べてみると、こうなってると、こっちちょっと房型悪いでしょ。ここに粒がなくなっちゃってるね。こっちは房がよくついてますよね。でも測定するにはこの上の面、すなわちこっちの面から測定しなきゃ、いけない。そうするとね、結構精度落ちます。横はいいんですけど、横は結構出るんですけど、こっちがなんか精度が落ちるような気がするんですね。それじゃあ今傘がついてますよ。傘がついて、今度はこの房ね、この房を上から22.0。もう一度この粒 11.3。 なんでたまにこうなるんですよ。エラーが出るときあるしね。22.9。 今度はこっちの面ね。19.8。 もう数字がみんなコロコロ違うでしょ。20。 20.4。 15.4。 同じとこ測ってますよ。 15.4 でした。 18.9。
これですよ、これ測ってますよ。19.1。傘ついてます。じゃあ傘ちょっと取って、この愛宕の、私デジタルの糖度計を持ってないから、この屈折糖度計、愛宕さんの屈折糖度計と、それから各種メーカーの屈折糖度計で、これ潰して、これを潰してみたいと思います。それじゃあね、はい、それではですね、ぶどう園で、先ほどのこのぶどうの草なんですけれども、測定してきましたけれども、さっき話したように、外の環境、ぶどう園ではね、プラスマイナス3ぐらい変化があったり、それからエラーが3回に1遍ぐらい出たりして、とても外では使えません。今、室内に戻ってきました。じゃあ、この環境でですね、先ほど、測ってみた房がどのくらいあるのか、また、この愛宕さんの機械と、屈折糖度計で、見てみたいと思います。まず最初にですね、一番上のこの粒を、上から横からと何回も測ってみましたので、まずこの粒を、測定してみたいと思います。それじゃあね、これハサミで切り落としまして、はい、この粒ですね。はい、まずね、愛宕さんの機械で測ってみたいと思います。はい、真上に乗せてピッ、24.6 です。180度回転します。25です。45度ぐらい回転します。24.7 です。なんか室内では結構うまく測定できてます。じゃあ縦に置いてみます。先ほど向こうでもこのように測定しましたので、同じく24.9 です。ちょっとね、ちょっと回してみて、25.3 です。じゃあね、ぶどう園でやったの結構室内に来ると、で粒にしてやるとなんか安定して、そんなに差は出ないんですけれども、じゃあ屈折糖度計で、実際にこれを潰してですね、糖度を測定してみたいと思います。でじゃあこのお茶にですね、なるべくまんべんなくやってみたいと思いますね。はい、まずこちらも測ったんで、24とか25、さっきは17とか20とかとんでもない数字がいっぱい出てましたけれども、はい、かなり切れ込みを入れまして絞ります。はい、汁がいっぱい出てきました。はい、汁をいっぱい出しました。はい、こんなふうに潰しましたよ。汁はですね、こんなふうに溜まってます。はい、デジタル糖酸度計ないもんですから、まあね、あれも意外と値段しますので、この、屈折糖度計、愛宕さんのもありますけど、こっちの方がちょっとメモリが大きく見えるんで、25ちょうどですね。ですからまあ25なんだと。ちょっとうまくいく。光っちゃって取れないかな。25。ちょっとビデオカメラとスマホで撮ってますけれども、25ちょうどでした。もう一回、もうちょっとやっとくか。もうちょっとやってみるか。ね。
はい。というわけで、ちょっとビデオにうまく映ってなかったら申し訳ない。25ちょうど。まあ部屋の中であと違う粒も3つあるんでやってみたいと思いますけれど、これは25でしたね。じゃあこれを拭いて、こっちに汁出して中よく拭いて、次にあの時実験したのでね、今ここの粒だったんですけれども、一番下の粒もやったんですね。この一番下の粒、これも測定しましたので、これとこれ測定しました。じゃあ一番下の粒を、切り取ってみたいと思います。はい、これが一番下のね、ここのところね、一番下の粒です。はい、それじゃあね、同じく愛宕さんの糖度計で見てみたいと思います。23.4、23.4、180度回します。23.5、縦にします。25.2、こっちの方が甘いのかもしれないね。もう一度縦ちょっと回転してね。23.8、横ね。23.3、これちょっと180度回転して。23、もう一回回転して。23、じゃあ縦に乗せますよ、もうちょっとね。ちょっと回転して。23.5 です。じゃあこれ23でした。屈折糖度計で測ってみたいと思います。こちらね、ここら辺のところと、でここも測定しましたので、ここをよく潰して、で絞ります。はい、いっぱい汁が出てきました。はい、こんなふうに汁が出ました。23でしたね。ちょっとね、汁が足りなかった。ちょっと汁が足りなかったので、今乗せましたよ。22ですね。1ちょっと違ってるような気がする。22になりました。はい、ちょっと映るかどうかわかんないんだけども、はい、22です。映らないかな、難しいなこれ。はい、22ですね。22。はい、22でした。ちょっと1違ってましたけれども、まあ23ですから、まあそんなに誤差1ぐらいということですね。でね、実はね、昨年いろいろやって傘さしたりマルチシートをずっとブドウ園に引いたりしてうまくいかなかったと。で今年の9月、ちょうどブドウが熟す、初旬にですね、やはりいろいろやりました。傘を差したり曇ってる日晴れてる日、どうしても外でやるとプラスマイナス3、同じ粒が17から23ぐらいまでの数字でぶらつくと。ある時は20、17、22、23、
ブドウ園でやるとちっともできませんので修理出しました。でね、私若い今60代なんですけど、20代の頃に今のディープラーニングの先駆けのニューロコンピューターっていうのがね、NEC さんが発売しました。私それでですね、自律型のニューロコンピューターロボットっていうのを作ったことがあるので、ハードウェアにはかなり、またセンサーについてはかなり知識が深いと自分で思ってます。でいろいろ赤外線ダイオードはこうしたらどうかとかいろいろねアドバイスを愛宕さんにもしたんですけれども、愛宕さんからね修理に異常ないということでねお手紙をいただきました。ですね、本手法で使う近赤外線波長の吸収バンドのピークが非常に穏やかなため、超長波域に比べると吸収波長を特定することが難しい領域となっています。本来であれば分光スペクトルを解析することによってピークを捉え精度を求めているものが多いです。また LED を採用したことで温度による影響も考えられます。サンプルの品質や色影響を受け、品種によってはばらつきが生じるものもあります。当社製品は小型安価を目指した製品であり、目安としてお客様に使用する環境に合わせて基準を決めていただき、そのサンプルが甘いか甘くないかの比較に使用していただいておりますというお手紙をいただきました。でこれは異常ない。ただ私は外では使用できなかったと。こう粒にしたり部屋に持ってくるとある程度安定して、部屋はねこう遠くに、蛍光灯がありますからと自然こう温度も一定だし太陽も差してないし、比較的これ部屋の隅でやってますので、向こうに縁側があるんですけれども、そういう影響で温度も一定になってますので影響が。でもブドウ園の環境ではね残念ながら使えません。で私はブドウを買ってくれるお客様にまあシャインマスカットだったら絶対18以上をお送りしたいとね、まあ、18はちょっとまだ低いかもしれないけど、まあ、20あればベストだと思いますけれども、まあ、今22とかね、そこら辺になってくると最高値ですけれども、まあ、何しろ高いのをこれの愛宕さんでこうピッ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 ってやっていって、最後にスマートフォンに転送する機能があるんで、スマートフォンに転送して、これはいくつだった、これはいくつだった、これはじゃあこれとこれは、大切なお客様であるから、そちら様に、出荷しようというふうに使おうと思ったんですけれども、残念ながらそういう使用はできない。部屋の中では粒としてはね、こう粒としては測定できます。これもある程度は測定できると思いますけど、まあね、部屋の中はある程度測定できると。18.8 です。今これやりましたよ。もう一度いきますよ。22.9。部屋の中でも 18.1、22.9 ってもう3、4違ってますね。じゃあここね。カバ、探せ。今カバーを探しますって言いました。これでカバーをここまで来る予定ですけれども、本当は腕がついてここでカバーだよっていうはずなんですけども、これがカバーですっていうことです。次どこ行きましょうか。猿ですか。猿探せ。猿を探せ。それは猿って認識できなかった場合にもう一回リピートできるために探せが来た時初めて動くようになっています。例えば猿って言ったら向こうがカバーって認識しちゃう場合もあるので、音声を。ブドウ栽培では屈折糖度計があれば十分だと思います。ご視聴ありがとうございました。